吉貝幸三学長から直々の特別講義を受けてもらいます。本日は吉貝大学特別講義ってことになってますので、またお集まりいただきました。で必須であるね5時間の授業を終了してますけど、最後にもう1時間ね吉貝幸三学長から直々の特別講義を受けてもらいます。でこの後登場していただくんですが、その前にねいつも通り前回の復習をもう5ヶ月ぐらい前になってるんで復習いけるかな、学長の前でね間違えられないんでお願いしますね。金子さんいきます？俺だ。はい。でアメリカのね大手自転車メーカーは工場を閉鎖し、で高級車と呼ばれるねスポーツバイクの高級車と呼ばれるものは、アメリカから日本へ、で普及車って言われるような自転車は台湾へと生産が移転が進む中、吉貝機械金属、現在のね吉貝が台湾進出を決めたのは何年のことでしょうということです。復習なんで。年数なんで1980、はい、お7惜しいですね。1986年に台湾進出を決め、でもね惜しい、ほぼ合ってるみたいなもんです。1987年に工場建設になんで金子さんの生まれ年に工場建設に着手したっていう感じですね。はい、そうですね。はい、良かったですね。はい。その1年前。1996年に社名も株式会社吉貝に改名されてますと。で、吉貝幸三学長が代表取締役として事業を継承し、現在に至りますですね。はい。大丈夫ですか？思い出しましたか？思い出しました。はい、バッチリですね。で、早速学長にね直接授業をしていただくんですけど、今日は僕もこっち側に座って受けさせてもらいたいと思いますので。こんなね貴重な時間はないのでせっかくなんでね楽しみながらやらせていただければなと思います。設定上でね学長って呼んでますけど社長さんだって失礼ないように、はい、お願いしますね。じゃあそれではね早速ね吉貝学長こちらへお願いします。はい、どうも吉貝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと緊張するんで。いや僕らもなんで、はい、早速なんですけど。自転車パーツのね企画って本当に様々に進化、僕らも現場で働いてて進化衰退を感じるんですけど、その中でもやっぱり吉貝さんのパーツっていうのは僕らの普段の組み立ての自転車にはかけがえのないパーツが多いんですけど、どんなお気持ちでその自転車の企画の進化衰退を見ながら今現在も作り続けられているパーツにはどのような思いで作り続けてるっていうのがありますか？まず私どもが作ってるのはブレーキなんで、まず安全ですね。なるほど。一番安全にかかってくるパーツですんで、安全第一ですね。安全第一。それで約100年になるわけです。その吉貝という会社ができて、でまずそういう企画ですね。アメリカ企画っていうのは CPSC っていうのがありまして、で日本は今 JIS っていうのがあって、今 JIS がVIA になり、それがまたヨーロッパに規格がありますんで、今それが一つになってます。ヨーロッパの規格がもう全世界を網羅してます。でその都度やっぱりいろんな規格があって、自転車のブレーキの場合制動距離っていうのが定められてました。雨の時の雨天制動距離、晴天の時の制動距離、何キロ出して何メーターで止まる。ちょっと今はっきり覚えてないんですけど、晴天の時6メーターぐらい、雨天で12メーターぐらい、晴天8メーターかな、雨天は12メーター以内で止まると。でもそれって当たり前なんですよ。だって雨天で12メーターってどこまで走るか。そうですよね。確かに。晴天で8メーターなんてそのブレーキついてないようなもんですよ。シングルで後ろに踏んだ方がよく止まる。だからそういうのは一応の規格であって、それをもっとクリアするようにで、なおかつその、サドンブレーキ、急ブレーキがかからなくて制動距離を縮められる、そういうのをいつも考えて製品を作ってきました。基準はあれどそれをさらにもっと超えて作り続けてる。ですから昔JIS っていう本がありますね、企画、その中にブレーキなり変速機なり、いろんな項目があります。
そのブレーキの中には私どもの社内の企画、社内のテストが全部書かれてます。あ、それが基本に、JISの基本になりました。ただまあ今はもうそれが変わってきてるんで、皆さん違う企画になってると思いますけれど、はい、まあ、じゃあ昔はそのヨーロッパ企画とJIS企画でもそのブレーキの制動距離とかが、細かく違う、厳密にはちょっと違ってるってことですか。そうなんだ。ヨーロッパの方が緩いとかあったんですか？その当時のヨーロッパっていうのは私もあんまりまだ記憶にないんですけども、JIS が基本になってました。じゃあ JIS が一番高い基準というか、でそれをアメリカの CPSC というのが、徐々に変えていって、いろんな細かい企画を作ってましたね。そう面白い、面白い。さすがやっぱブレーキをね、ここにもあるように作ってもらってるんで、やっぱ安全性をっていうことですね。じゃあちょっと次の質問なんですけど、もちろん。はい。ありがとうございます。すみません。はい。俺たちじゃあ次、じゃあ次なんですけど、台湾に拠点を集約されましたが、これからの吉貝さんは自転車業界においてどのような役割を担っていくとお考えですか？非常に小さな役割ですね。というのは私どももあくまでも昔からまずリムブレーキを作ってキャリパーブレーキを作って、一時期ディスクも作りましたけど、まだキャリパーブレーキに戻ってます。で私の信念としてディスクブレーキには手を出すなと。なぜですか？さまざまな失敗を重ねて最終的に解決策は見つけたんですけれども、またぞろ失敗をする可能性があると私は思ってるんで、ディスクブレーキはもう島野さんですが大きなメーカーさんにお願いして、私たちは自分たちのできるものを作ると。ですから本当小さな役割です。でキャリパーブレーキをこれがもうメインにやって作っていきますんで、ニッチなマーケットになってしまうかもしれませんけれども、その中でやっていきたい。でもそれこそね、僕らがすごい大事にしたいなっていうようなパーツです。僕も実際リムブレーキの自転車好きですし、やっぱりディスクブレーキ全盛になっちゃうと大きい会社さんがね、やっぱりキャリパーブレーキ作るのやめちゃったりとか、例えばね、金子さんがね、金子さんが考えたって言っていいか分かんないですけど、スチームローラーをね 650B にする時なんていうのは、吉川さんの202っていうのは必須になってくると思うので、本当にそういう、小さいといえど僕らにとってはすごい大事な、なくてはならないですよね。になると思うので、こういう製品があるからこそ僕らが自由に自転車組ませていただいてですからね。この辺とかもそうだもんね。135ミリのリムブレーキのねハブなんてね、こんなんもうディスクブレーキの話。全然言われてください。根掘り葉掘り。こんな機会ないんで。昔、多分僕持ってたことがあって、さすが。プロスト。一番最初はですね、もうケンクリックの前にイタリアにNIFO っていう会社あったんですよ。でここがオートバイとか自転車のディスクブレーキ作ってまして、でそこまで行ったんですね。そうしたらね、ブドウ畑の中の小屋で作ってます。すげえ。でそこでディスクブレーキを買うと決めて散々グラッパーを飲まされてその記憶だけは残ってでその時まだインターナショナルの規格が自転車にはなかったんで、それを輸入して販売したんですけれども、その後に島野さんとかそういうところがインターナショナルスタンダードを作って、でそれに合わなくなったんでそれをやめました。で新しいものを作って、ケンクリックがね作りましたですね。あれも規格が違うかったんですよ。ケンクリック独自の規格やったんですね。油圧ピストンをワイヤーで引っ張るやつですね。ディスクの板ですね、あれをつける規格が3アームでしたかね。3アームなんだ。ですからそういうハブがなかったもんで、ハブも作りましたね。ホワイトインダストリーズとかでやったぐらいの感じでした。ですからそれは売れなかったです。その当時のマーケットでは高すぎて売れなかったですね。マウンテンバイクのカタログを読むのが好きなんですけど、それの多分90年代のどれかに確か載ってた覚えが、それは確かにね、倉庫にまだ1セット残ってたわけです。すげえ。後付けで付けれるってことですか？フレームも決まっちゃった。フレームもそれ用の。それ用のなんだ。そうなんだ。
だからその時そのディスクブレーキの企画、そのおっしゃってたように、うん企画がもうバラバラだった。めちゃくちゃあった三つ穴しか企画がなかったから。あれはね三つ穴四つ穴ロックショックに合わせましたね。あ、そうだったんですね。ロックショックも私どもで作ってましたんで、もともとは。さらっとえげつないその後に自社でケーブル機械式のディスクブレーキ作ったんですね。そうなんですね。でそれは結構数は出たんですけども、ちょっとミスを犯してリコールかけて、で解決策はできたんですけども、いやこれやっぱり将来的にいろいろ問題起こりそうやなというので、もうその時点でやめました。それ以上その大きな失敗を犯さない。でやっぱりキャリパーブレーキに戻るということで、今のシングルピボットからトリプルピボットを作って、それからトリプルピボットまたダブルピボットに行ったんですね。今ないです、もうその製品は。どういうスラムでトリプルピボット違うか。いや違うトリプルは今作ってるないですね。ナイス。なんかトリプルピ想像ボットがつかないよね。3つピボットがあるんですよね。後ろに小さな穴ありますよね。はいそこは変わらないんですよ。これですね。はい、その先にもう一つ支点を作ったんですよ。で、ここに支点ありますよね。で、ここに支点作って、ここに支点作って、3つにしたんですよね。なるほど。はいそれでセンタープルみたいになるってことそうっすよセンタープルのちょっと違いますね。それとはアームでこう押すような感じでトリプルになってる。後で自習します。というのはBMX で作って。でもう一つは、今でいうなんかなツーリングのような自転車向きに作ってやったんですけども、いかんせんコストが高かったというのでそこそこ売れましたけども、その後に島田さんがデュアルピボット出してきたんで、みんなデュアルに変わっていったという感じですね。すごいな。もう話をお伺いしてると、先にやって後からやっぱ OT 会社さんがそれを作るっていうのが多そうな気がするので、やっぱすごい先駆けていろんなことをされてたんだなっていうのが今のお話ですごく感じましたけど、そんな今いろんななんですか、アイデア商品って言うとすごい失礼な言い方になっちゃいましたけど、まあいろんなものづくりされてきたと思うんですけど、吉貝さんにとってはそのものづくりって何なのかっていうのと、まあそのものづくりする中で、まあさっきちょっと安全ってことも出てましたけど、最もなんか大切にされていることとかってありますか？私は生まれた時からもう家の中が工場だったんですね。で工場の中で遊んで、毎日機械の中で遊んでたんですね。ですからもう生まれた時から好きだったって自転車で、将来もうこれが私の一生の仕事だと決めてたんで、勉強も機械の方を勉強したり、アメリカ行って英語を覚えたりいろいろして、でやっぱり根本にあるのは自分の好きなものを作る、自分が欲しいものを作る、これがいくらお金出しても欲しいっていうようなものを自分で作りたい、それが根っこにありますね。だから売れないものもあるかもしれない人からいやバカかって言われるようなものがあるかもしれませんけども、やっぱり自分が欲しいと思えるものを作れば皆さんも欲しくなるんじゃないかなと、単純な考えすっごいそうですよね。単純だけどなかなかできないことだなって僕も最近思うこと多いんで、いやすごい今いい話だな。会社で社員にもやっぱりアイデアを出してもらって、彼の好きなもの、他の人間から出てこない時はダメだって言いますね。出てこないのは。それ踏まえた上で今気になってるパーツとかってありますね、やっぱり。ブレーキ以外ですね。お伺いできるのかな、これは。自分たちの自転車で使いたいものっていうようなブレーキ以外、ハンドル以外、クランク以外、のものですね。そういうのができればなと。そうですね。今だってさ、こうやってバーって並んでるけどさ、ないものないものなのね。そうね。なんか使わないものっていうか。ですからね、私が
中学生の頃ですかね、フロント変速機を作ってたんですよ。フロントのディレイラー、それを覚えてますね。あ、自分で作った？いえいえ、会社で会社で販売してました。ですからもう50年60年近く前ですかね。20年前にフロントディレイラーって存在するんですね。あるんで、手で動かせる。サンプレックスの幽霊かなのそういうタイプですね。手で動かすやつもあればケーブルで引くやつもあります。意外といろんなもんやってましたね。リアディレイラーはやったことないですね。やってみたいですね。気になるわ。気になっちゃう。超脱線になっちゃうかもしれないですけど、その工場で生まれて育ってってなって自転車が小さい幼少期からお好きだったってお話だったんですけど、初めて乗った自転車どんなんだったんですか？超脱線になっちゃうけど、私の父親がヨーロッパに行ってフランスに行ってプジョーを買ってきたんです。当時ですよ。すごい高級車。チェレステのグリーンのプジョーを買ってきた。それがね20インチ18インチだったかな。18インチ。18か20か、小さな後ろシングルのフリーでチェーンケースがついて、それをずっと会社に置いてあったんですね。でそれを親父が後ろ3段の外装変速機をつけてくれたんです。ちょうどサンツアーさん888で作ってたんですね、3段外装っていうのを。それをつけてそれを私にくれたんですね。それが最初の自転車。素敵。すごい。当時でもなかなかな高級車ですよね、きっとね。でしょうね。すごいエリートで育ったって感じですよ、自転車は。青年になってからはなんかこういろんなジャンルを確かにロードバイクとかマウンテンバイクとかで乗られたんですか？あんまりやってないですね。ずっとツーリングですね。小学校6年の時に高山に登りましたね。飛騨高山。小学校6年生ですか？松本の駅からずっと走りましたね。その時の自転車はもうあれですか？どっかでオーダーしたとかそんなことない？光自転車でご存知ですか？光自転車はちょっと知らないですよね。パナソニックの子会社であったんですよ。そこで24インチの10段変速機付きのドロップレバーを作ってもらいましたかね。24インチ。はいはい。小学6年生ね。小学6年5年6年の時ですからまだ26は乗れないので、その後はもう自分でいろいろ買ったり作ったりするんです。そうですよね。すごいな。ですからマウンテンも乗ってないですし、作ってるのを見てるだけでテストを見てるだけで、ロードも持ってましたけどもツーリングに使ってましたし、ピストは通学に使ってましたし、中学生の頃に自分でピスト組んで通学に乗ってました。で学校でこっぴどく怒られました。それはなぜ？いやこれは競輪の自転車だ。そうです。それはそうですね。その時はブレーキはついてた。ついた当然ついてた。そりゃそうですね。もうその時からあるんですか？ピスト用のブレーキって。いやないですないです。普通のロードのフレームにピストに。なるほど。そうかロードエンドですもんね当時。そうか。あれはね確かレジューンかどっかのフレームです。すごいな。なんかまだまだ当時の話聞きたいですけど、まあ今日は今と未来ということなんで、その新たな体制となって、これからの未来、小僧学長が大切な時間を使って最もやりたいことあります？もちろんお仕事もそうなんですけど、プライベートでもこんなことしてみたいなってあれば僕はちょっと聞いてみたいんですけど。プライベートねまだ考えてないんですけどただ日本の国内での販売っていうのを今後は代理店さんにお願いしてやるんで、その分時間ができますんで自分の時間がやっぱりやりたいのは新しいものを作る新製品の開発をまずはやりたいですね。でそれとあとはいろんなところに旅行してみたいということぐらいですかね。まだまだ新しいものが。もう僕だったらね、
まああとはゆっくりしようかなと思っちゃうんですけど半分はありますけど、いやよかったですよかったです。まだまだ新しい製品をね作っていただいて、新しいけども古くて新しい製品なるほどですね。なかなかないでですよね。も島尾さんとかスラムとかその電動とかそういうことは一切考えてませんし、やはりシンプルな誰でもメンテできるような製品っていうのがやっぱり必要だと思ってますんで、そういうものをこれからまた作りたいですね。なんかルーツにツーリング車っていうそうのがあだねるから、なんかすごい今それを思って見回してみるとすごい説得力あるものがそういう製品が多いですよね。確かに私今日金子さんがこうやって前に並べてくれたんですけど、マジで毎日触りますので、毎日マジでそう毎日マジで毎日触るので、だからこれ大体毎日これパカってそう大体パカって大体パカってやるから、そう本当に今ねブルーラグで組む自転車で吉貝さんの製品はい全部没収ってなったらマジで何もできないなるのがすごい目に見えてるなと思って改めて今並べて思ったんで、まあ、先ほどね本当に古いけど新しいっていうのを僕すごいいい言葉だなと思ったんで、今後もそういった製品に期待しつつ今あるものを大切に使って自転車を組み立てさせていただければなと思います。はい、お願いします。はい、はい、なので今日はね本当に貴重なお時間いただいて、はい、お越しいただいてありがとうございました。はい、なのでこれでついに特別授業も終わりですね。終わりました。カンさんいつも通りじゃあいいですか、号令。ああ、忘れてた。はい緊張して。はい、緊張してはい起立。はい、気をつけ。礼。ありがとうございました。ありがとうございました。